南国の楽園ハワイ、綺麗な海と快適なホテル、自然豊かな大地が広がり、天然記念物がのんびりと生息、世界中から観光客が集まる癒しの島ですが、課題もある。それは物価が非常に高いこと。日本の2、3倍します。でも上手にやれば質を落とさず、日本と同じぐらいの価格で過ごせます。ハッピーアワーのある飲食店、コスパの良い飲食店、クーポンで安くなるスーパーを紹介します。レンタカーも高いんです。安く借りられて日本語で給油できるガソリンスタンドも紹介します。オアフ島を快適に安く過ごす3泊5日の旅です。今回の旅行はフリープランのパックツアー。4月の訪問でしたが、意外とこの時期は安いです。日本からの観光客が少ないから、飛行機とワイキキの宿がセットになって1人当たり約10万円でした。大手旅行代理店のため、空港からワイキキまでの無料送迎もついています。空港からワイキキへの移動時間は約20分。アラワイ運河が見えてきたので、もうすぐワイキキに到着です。昼頃の到着だったので、ワイキキ近辺でランチします。初日は移動で疲れているので、軽めのハンバーガーを食べます。レンタカーや食事、買い物などでお世話になるインターナショナルマーケットプレイス。定番だが美味しいホノルルクッキー。オアフのコンビニこと ABC ストア。人気のコーヒーショップ、カイコーヒー。横断歩道を渡った先がハンバーガーショップです。2002年開業のハンバーガーのチェーン店です。オアフ島のハンバーガーショップの中では比較的手頃な価格。軽快なカントリーロックとトロピカルな雰囲気がハワイっぽいです。真っ白なお客様もいます。食事メニューの価格は18から25ドル程度です。看板メニューのチーズインパラダイスをいただきます。ビールは 5.5 ドル。これに税金が約2ドルとチップが 20% かかって合計32ドルでした。1ドル150円の相場では4800円と、初めは贅沢します。ジューシーパティにたっぷりのチーズ、マヨネーズ、レタス、トマト、オニオンをブリオッシュハンズで挟んでいます。うまい。営業時間は午前7時から午後11時まで、朝食からディナーまで幅広く利用できます。続いて海鮮を食べに行きます。ハワイではマグロの漬け、ポキを丼にして食べる文化があります。マグロスポットは2018年3月に開業したポキの専門店です。トリップアドバイザーの評価では、ホノルルの飲食店の中で21位と高評価。サーモンとマグロのポキ丼を注文。米は白米、玄米、酢飯から選べますが、白米にしました。持ち帰りだとチップは不要です。店前にイートインがあるので、そこでいただきます。海鮮はフレッシュで、米の炊き具合も良く、美味しいポキ丼でした。さて、軽くお腹が膨れたところで、ハッピーアワーのお店へ。景色がいいお店なので、晴れている日に行くのがいいです。ちょうどこの上のテラスです。入り口が少し分かりにくいですが、ワイキキビジネスプラザ内にあります。エレベーターに乗って18階へ。大変やったけど。スカイワイキキの看板がありました。先ほど下から見ていたテラス席です。金曜と土曜の夜はナイトクラブに変わりますが、それ以外は穏やかな雰囲気。日差しが強いので広げ付きの席もあります。カラカウア通りの高層階から眺めるワイキキビーチ方面は絶景。ダイヤモンドヘッドもうっすらと見えます。オイスター、刺身、ロブスターなど海鮮メインのダイニングバーで、通常メニューは比較的高めの価格です。一方、毎日16時から17時までの間、ハッピーアワーが開催されており、安価に料理を楽しめます。マイタイ2つとビールを注文しました。だいたい通常の半値ぐらいです。あと、オイスター盛りもやってきました。他にも色々頼んだので、その間に乾杯。オイスターは小ぶりながら旨味が強くて美味しい。
ハマチの子気がつきました。ハッピーアワーとはいえお値段高めですが、味は文句なしにうまい。手羽先の唐揚げ、和風の味付けの料理が多いので日本食が恋しくなる旅行後半に来てもいいかもです。お会計は$75にチップを入れて約$90。やっぱりチップが加わると高くなりますね。さて、ワイキキの物価をチェックします。カラカウア通りにあるお土産屋兼コンビニみたいな店です。昔からありますが、特段高いというわけでもなかった記憶。ハーゲンダッツが約$3.5。大きさを考えると日本とあまり変わらない価格です。飲み物はどうでしょうか。レッドブルが約$3.8。で、500ミリの水が約$2.8。350ml のビールが約$2.5でした。日本の倍以上の価格ですが、どのお店もこれくらいでした。さて、買い物して晩ご飯を食べに行きましょうか。まずは自宅用とお土産を買いにターゲットというスーパーへ。1902年創業のアメリカのディスカウントストアです。食品から日用品、衣料品まで幅広く揃っています。レッドブルが約$3とコンビニよりは安いです。お酒類はどうでしょうか。スミノフアイス600ミリが約$12と日本の 1.5 倍ぐらいですね。今回の旅行では自炊しませんが、ワイキキ周辺のコンドミニアムなどで自炊する場合はここで買うのもありです。車があればセーフウェイなどの会員になってメンバー割で買うのがいいですが、立地がワイキキ中心から少し遠いです。ここならワイキキ中心でしっかりした品質の食材が比較的安価に手に入れます。今回ターゲットによった目的は歯磨き粉、ホワイトニングや虫歯予防に効果のあるフッ素濃度が高く、日本では正式販売していないものがあります。日本でもネットショッピングなどで購入可能ですが、価格は高いし信頼性の問題もあるので、なるべくなら現地で買いたい。さて、晩ご飯を食べにフードコートへ。初日は飛行機移動の疲れが溜まっているのでサクッと食べて早めに寝たい。バーやチキンショップ、ラーメンやピザ屋などがあります。せっかくアメリカに来たのでピザが食べたい。しっかりお店で焼いている様子が見えるのでここにします。シンプルなチーズピザを注文。フードコートも持ち帰り扱いでチップがかからなくコスパがいいです。ビールを流し込んでピザをいただきましたら、量が多いミドルサイズですが大きすぎて3人でやっと完食できる量でした。ちなみにピザ生地はクリスピーで好みです。今日は早めに寝て明日の運転に備えます。レンタカーを借りにインターナショナルマーケットプレイスへやってきました。今回利用したバジェットレンタカーは米系ですが世界に展開しています。日本でも昭和60年に参入以来130店舗を展開しています。私個人も国内旅行の際に利用しており、大枠でレンタカーを借りる場合でも日本語のサイトで予約できます。大枠では空港とインターナショナルマーケットプレイスの2店舗借りますが、1日だけ利用するのでこちらで借りました。米系レンタカーなので英語での会話になりますが片言でも大丈夫。予約時にメールで届いていた予約ナンバーを見せると免許証とパスポートの提示を求められます。免許証は日本のもので大丈夫です。その後、住所、氏名などの情報を記入すればレンタカーの鍵と駐車券を貸してもらえます。レンタカーはここの5階にあり、スタッフは基本的にはついてきてくれません。鍵の解錠ボタンを押しながら自分の車を探しますが場所がわからんので来てもらいました。ちなみに料金は面積込みで$69です。日系のレンタカーショップの価格も見ましたが、同じ内容で$150を超えていたのでかなり安いと思います。これだけで約12000円節約できます。ちなみにカーナビも有料な場合がありますが、Google マップがあれば無料で日本語の道案内をしてくれます。駐車場から出る際は駐車券を出口で挿入します。もちろん無料です。
出口は串尾通り側で左へ曲がればアラモアナ方面、右ならカティオラニ方面です。これからノースショアのハレイワ方面へ向かうので北西へ進みます。北西に進みます。600フィート先、左方向です。アメリカは日本とは異なり右側通行なのでちょっと運転しづらいです。また、はじめはウインカーとワイパーを間違いがちです。そしてオアフの高速道路は小物で合流が少し怖い。Google 先生の日本語ナビだけが頼りです。ワイキキからハレイワまで約40分で着きました。ツアーのバスなら約1時間半、ザ・バスなら約2時間かかるので早いです。ガーリックシュリンプの名店ジョバンニでご飯しようとしましたが、開店は10時半。まだ9時半なので近くのノースショアマーケットプレイスで時間を潰します。お土産屋とカフェが並んでいます。観光客向けツアーの定番の立ち寄りスポットなので、お土産はおしゃれなものが多いです。暑いのでカフェでアイスコーヒーを飲みます。ちなみにアイスコーヒーはコールドブリューと言った方が伝わる確率が高いです。ここは1987年創業の老舗カフェで手作業で焙煎しています。地元の方にも人気でリピーターも多いです。価格も手頃でお目当てのアイスコーヒーはミドルサイズで 5.5 ドル。飲み物を一つ選んだらチョコを一つ取っていいそうです。イートインスペースがあるのでそこで飲みます。机の感じとかがノースショアの古い感じがして好きです。鳥を見かけると追いかけたくなる。さて、10時半になったのでジョバンニへ向かいます。時間はかかりますが、ザ・バスでもここに来れます。フードトラックが並ぶ一角にジョバンニがあります。スタッフにペンを借りて旅の記念に落書きができます。スタンプが一番オーソドックスなメニューです。支払いはクレジットでも現金でも対応しています。子連れの鳥なのでそっとしておこう。食事スペースに腰を下ろしていただきます。何度か食べたことがありますが、何度でも食べたくなる不思議な味。殻付きなので手で剥いて食べるのがお作法。ガーリックソースで無限に食べられます。手がベタベタになったのでお手洗い。ちなみにフードトラックのエリアに直接車で来ることもできますが、駐車料金が2ドルかかります。1982年から家族経営で営業中の老舗カフェ。地元産オーガニックや新鮮な食材を使用しており、地元民に人気です。パンケーキは量が多そうだったのでワッフルを注文しました。ふわふわな食感とクリームにメープルシロップの組み合わせがたまらない。私は満腹だったので少しだけ分けてもらいましたが、ハンドメイドのうまいワッフルでした。ノースショアといえばウミガメ。甲羅越しにビーチへ上がってくるのを見られる時があります。特にアリビーチパークが見られる確率が高いです。ノースショアはサーフィンの大会が開かれるぐらい波が荒い冬の日本海を思い出します。
地元の方にウミガメがいることを教えてもらって向かっています。いました。ウミガメは保護対象となっており、観察には法的ルールがあります。最低でも3メーター以上離れること、フラッシュ撮影しないことなどです。ズームで撮影すれば3メートル以上離れていても十分に鮮明に観察できます。めっちゃ気持ちよさそうに寝ています。4頭ものウミガメを観察できてラッキーでした。ノースショアからワイキキへの道中にあるのがドールプランテーション。右手に畑が見えますが、これすべてパイナップルです。日本のスーパーでもドール製はよく見かけますね。無料の駐車場があります。ドール自体はいろんな果物を生産していますが、ここはパイナップルがメイン。そのためパイナップル関連のグッズや飲食物が並んでいます。奥のコーナーには食事やスイーツがあります。名物はパイナップルのソフトクリーム。ドールプランテーションのベストセラーです。2016年頃は6ドルちょっとでしたが、かなり値段が上がっています。たっぷりパイナップルがトッピングされています。うまい。これがパイナップルの成長過程。バクテリオファージに見えてきました。ホノルルに戻って美術館に向かいます。第1水曜日と第3日曜日は入館料が無料。ハレクラにプリンスワイキキなど一部のホテルに宿泊すれば、その場合もルームキー提示で入館料が無料になります。ホノルル美術館の駐車場に車を止めますが、こちらは有料。料金はPay Hereと書かれている看板の QR コードを読み取り支払います。ホノルル美術館は1927年に設立されました。約5万点の収蔵品があり、5000年にわたる世界各地の美術品が揃っています。館内は動画撮影禁止なので写真で紹介します。ゴッホの麦畑、モメの睡蓮、ピカソのセンスタイプグラスです。ハワイと日本の関係は深い。1885年に移民政策により日本からハワイへ多くの移民が渡航しました。ホノルル美術館にも多くの日本絵画が展示されています。狛犬もいました。見応えのある美術館であり、2時間ぐらい楽しめました。ホノルルに日本語で給油できるガソリンスタンドがあります。矢島サービスステーションです。2005年に開業してから日本語の丁寧な対応から地元の方に30年以上も愛されています。給油の方法や支払いまでしっかりとしたサポートがあり、観光客にとっても安心。平日は夜20時まで営業しており、遅い時間にホノルルに戻ってきても給油可能です。カラカウア通り経由でクヒオ通りにあるインターナショナルマーケットプレイスの駐車場入り口へ向かいます。右折レーンによって中に入り、駐車場のチケットを受け取ります。なくすと60ドルの罰金が必要なので大事です。借りた時と同じ5階の駐車場へ車を戻します。手続き時に渡された契約書に走行距離などを記入、必要なものを返して返却完了です。花火の音が聞こえてきました。毎週金曜日の夜19時45分から20時までの間にヒルトンハワイアンビレッジで打ち上げられています。鑑賞は完全無料で、ワイキキの週末を彩る伝統イベントになっています。めっちゃ打ち上げられていましたが、打ち止めのようです。打ち上げ時間が5分から10分と短く、見逃してしまいました。晩ご飯へ向かいます。
カジュアルスタイルのステーキレストランでコスパがいいです。2019年に開業してから2022年に現在の DFS の近くに移転しました。日本語対応のメニューもあり、JCB カード利用で食事料金が5%オフになる特典もあります。ステーキ 400g が$60程度なので、ハワイにしてはリーズナブル。一人で食べるには量が多いので、2人くらいでシェアしてちょうどいいと思います。運転中余裕がなかったので、ほとんど飲み物を飲んでいませんでした。うまい。ビールはパイントで8から$10くらい。料理の提供は非常にスピーディー。ハマチのポキ、マッシュルームのグラタン風、リブアイステーキ。リブアイステーキは非常に柔らかい。このピンクの断面ぐらいの焼き加減が素晴らしい。低温調理のローストビーフみたいな色です。ジューシーでめっちゃ柔らかいです。実はマグロのポキよりもハマチのポキの方があっさりしていて好み。ガーリックシュリンプとガーリックフライ。フライしておりクリスピーな食感でうまい。ガーリックフライは少し揚げすぎですね。揚げ物を注文したのでお酒が進みます。飲み物の値段が比較的安価なので安心して注文できます。1人当たり約12,000円でした。本日は KCC ファーマーズマーケットとダイヤモンドヘッドへ行きます。どちらも徒歩で行くには遠いですが、ザ・バスやツアーの無料バスなどでアクセス可能です。今回は格安ツアーで行きましたが、こういう無料のバスが使えるのは便利です。ワイキキを東へ向かい、ダイヤモンドヘッドの麓にある KCC ファーマーズマーケット。このマーケットはハワイの地産地消を推進する動きとして2003年からスタート。毎週土曜日の午前7時半から11時に開催されており、新鮮な地元農産物、花、手作りグッズ、スナックやローカルフードの屋台など多様なブースが並びます。ダイヤモンドヘッドのすぐそばなのでセットで行った方が対価がいいです。ハワイの大学の駐車場を使用しており、50から100もの店舗が軒を連ねます。地元産の新鮮野菜や地元民に人気のハンバーガーなどローカルの雰囲気が味わえます。日本人観光客のツアーとしても人気で、日本語が伝わるお店も多いです。ハワイアンクラウンの瓶入りパイナップルジュースが人気らしい。無農薬完熟栽培された自社農園のパイナップルを使用しています。$8.5しますが、瓶を返却すると$0.5返金されます。アサイーボールも食べてみよう。税込み$15.05です。いちごやパイナップル、バナナ、ブルーベリーなどフルーツ盛りだくさんです。朝ごはんがてら少しずつ食べ歩きするのが醍醐味です。ククイソーセージでホットドッグを食べよう。1944年創業の地産地消にこだわったオアフで人気のソーセージ屋です。巨大なポルトガルソーセージを使用したキングコングホットドッグ。甘辛いマスタードはたっぷりかかっています。クリクリで肉々しいソーセージはなかなか日本では食べられません。
100% 粉コーヒーの豆やコーヒーを提供する移動式のコーヒーショップ。店舗では KCC ファーマーズマーケットでしか販売されておらず人気が高いです。100% 粉コーヒー豆を使用したアイスコーヒーをいただきました。少し酸味がありましたが、さっぱりとした味わいでうまかったです。アワビ料理を提供するショップ。深海水を使って養殖されたエゾアワビ。2025年6月に事業を停止したため、現在はお目にかかれません。たこ焼きのお店がありました。日本以外から来られた観光客に人気っぽかったです。人気の蜂蜜屋、1972年創業のハワイ島に拠点を置き、家族経営で2ヶ月室賀の蜂蜜を生産しています。特定の花の蜜のみを使用しており、自社養蜂でしっかり管理されています。バスに乗ってダイヤモンドヘッドへ向かいます。KCC ファーマーズマーケットから乗車すれば10分ぐらいで着きます。オアフ島を代表する山であり、標高は232メートル。頂上までの往復約 1.6km、所要時間は約2時間と短く、観光客に親しまれています。トイレは麓に1カ所しかないので、ここで済ませておきましょう。ちなみに、2022年7月から登山のオンライン予約は必要となり、入山時間を指定されるようになりました。16歳以下は無料ですが、大人は5ドルの入場料が必要です。登山道は整備されており、滑落防止用の柵の設置もあるため、比較的安全に登山できます。しかし、むき出しの岩があるため、雨の日などは滑りやすく注意が必要です。はじめはスロープですが、後半は階段が多くなります。膝など足腰に不安がある方は登らない方がいいかもしれません。山頂の展望台。ここからオアフ島全体が見渡せます。立城火山の噴火口の外縁の一部がダイヤモンドヘッドであることがわかります。あのトンネルをくぐってきました。こちらはワイキキ方面。手前に見えるのがカピオラニ公園。奥がワイキキ中心ですね。山頂からの景色は絶景でした。ダイヤモンドヘッドのバス停から乗車して軽食と買い物をします。美味しいマラサダを食べてスーパーマーケットでいろいろ買います。ここがスーパーマーケットのセーフウェイ。後で訪問します。まずはレナーズベーカリー。1952年創業のマラサダの専門店です。ポルトガル発祥の揚げパンで砂糖、シナモン、酸味と甘みの粉で味付けをしています。アンパンくらいの大きさで1つあたり1から2ドルという価格の安さも魅力。店内はこじんまりとしていますが、お客さんで賑わっています。人気のシュガー味とココナッツクリームが入ったハウピアを購入しました。いろいろな味付けがありますが、シンプルな味付けがうまい。1915年創業のスーパーであり、利益を抑えた価格戦略で成長。現在は全米35州以上に展開し、日用品から生鮮食品まで幅広く扱っています。米国基準で最上級ランクのプライムビーフ。お惣菜のポキもあり、持ち帰ってホテルで食べたりできます。政府への無料会員になれば安価に商品を購入できるのが利点。例えば定価 8.39 ドルのコキが 5.03 ドルで購入できます。生鮮食品だけでなく、あらゆるジャンルの商品に会員価格が設定されています。無料会員の割引だけではなく、アプリのクーポンなどでさらに安くなる商品もあり、2個買うと1つ無料プレゼントの割引もあります。酒類もメンバー価格で買えば日本のスーパーと大差ない価格です。ちなみにワインは米国産なら日本の半値近くで買えるものが多い。
酒のお供のチーズの種類の多さがやばい。部屋飲みするならこういうところでまとめ買いしておくのもありです。日本で販売されていない歯磨き粉、ワイキキのターゲットでも販売されていましたが、価格は同じ台ですね。ハワイ旅行で買って帰る人が多いナンバーワン美白シリーズの歯磨き粉。支払いは会員登録した時の電話番号を入力してから決済する特殊タイプです。いろいろ購入しましたが約63ドル、会員割とクーポン利用で約37ドルの割引で購入できました。セーフウェイからワイキキまでは歩いて30分ぐらい。この辺りは穴場のグルメ通り。東京銀座に本店がある寿司屋小野寺のハワイ店。お茶とジェラートが楽しめるデザートバーゼン。このほか小野シーフード、ワイオラ、シェーブアイスなど有名なグルメも多い通りです。奥にワイキキが見えますが、安全の観点から歩くのは昼間だけにしておいた方がいいです。昼は人通りがありますが、夜はちょっとというエリアです。もし夜にディナーに行くなら、ウーバーなどの移動手段で向かった方がいいです。それはこのアラワイ運河の通りも同様です。昼の雰囲気と夜の雰囲気のギャップが大きいエリア。ワイキキに戻ってきましたが、喉が渇きました。ちょうどハッピーアワーのお時間。どこのここも安くお酒が飲めます。しかし今日は滞在の最終日。コスパはいいがちょっといい雰囲気のレストランで食事します。アウトリガーワイキキビーチリゾート内にある1991年創業のレストラン。ハワイの伝統料理や新鮮なシーフード、ステーキなどをリーズナブルな価格でいただけます。特にビーチサイドの席はサンセットが美しく見えるので人気。雨や日焼けなど天候の影響を受けない店内の席もありますが、我々はビーチサイドへ。繁忙期ではないので予約なしでも大丈夫かと思いましたが、ギリギリセーフっぽいです。予約した方が確実です。ホームページから予約できます。ハンバーガーセットが23ドルなどホテルのレストランにしてはリーズナブルです。キンキンに冷えたビールをビーチサイドで飲むのが最高。先ほど天候について言及しましたが、ハワイではこういう通り雨があります。ビーチに出られますが、アルコールの持ち出しは法律により禁止。サンセットが綺麗だ。最終日の前夜はこういう雰囲気で過ごすのがいい。また来たくなります。夕日に照らされたダイヤモンドジェットも見えます。おかわりビールとハンバーガーセット。一番人気のリュークスチーズバーガーです。約 250g のチョイスビーフパティにチェダーチーズをトッピングしてます。肉厚のジューシーパティですが、チョイスのビーフものでしつこくありません。ピクルスで串の中をさっぱりさせます。他にもいろいろ頼みましたが、3名で100ドルちょっとでした。日も落ちきったのでおいとまします。ワイキキマーケットで晩酌のお供を探します。街中にある便利なスーパーマーケットなので、物価はセーフウェイの2倍から3倍ぐらいですね。コンビニよりは安く品揃えがいいので、価格を気にしなければ使い勝手がいいです。さて、最終日はそのまま帰国。朝でないと日本の遅い時間に着いちゃいます。円安と物価高で確かに円換算だと高いものが多かったですが、うまくやれば安上がり。現地で使用したお金はレンタカー、食事など全部込み込みで1人当たり約4万円。飛行機と宿はパックで10万円だったので、お土産代などを入れても約15万円くらいです。コスパのいい飲食店や移動手段を使えば、まだまだ安く快適にハワイを楽しめると思いました。